どうも、なしなんです。最近ポケモンカードの高騰が続いていて、今までね普通に持ってたカードとかがものすごい値段になったっていうのも皆さんの中では多いんじゃないかと思います。で、そういった高額な大切なカードたちをどうやって保存していくかっていうことで、私たちがやってる普段の保存方法っていうのを紹介していけたらと思っております。で、もちろんこれはあくまでも私たちのやり方っていうことなので、自分のぴったりな保管方法を見つけて、保存していただけたらと思うので、一つのアイデアとして見ていただけたらと思います。はい、ではサクサクいきます。私たち主に1、2、3、4、5、6 6種類ぐらいの保存方法にカードによって分けていて、値段の小さいものから紹介していけたらと思います。まず、そんなに値段の高くないもので、でも大切だから保管したいものを、保管するとき、もちろんプレイ用じゃないですよ。ただの保管用のカードたちをそうですね、大事な一番レベルの低いものとしては、まずもちろん、スリーブ、私らの場合は基本的に二重スリーブですね。一番、ジャストサイズ、私がよく使ってるのはこのトレカプロテクトっていうぴったりフィットのジャストタイプを使ってるんですが、ポケカのサイズが 64×89 なので、このサイズに合っていればどんなものでもいいんじゃないかなと思います。私はこれを愛用してます。で、その上に、ジャストサイズよりもさらに少し大きいサイズで、2枚目のスリーブを使ってます。サイズとしては多分ポケカの公式が出してるようなサイズと同じぐらいと思うんですが、こっちはそんなにこだわってなくてですね、今のところ使っているのがこのダイソーで出てるトレーディングカードプロテクターソフトタイプレギュラーサイズカード用っていうゆったりサイズっていうものなんですが、これが結構使い勝手がいいので、サイズが横が66で縦が91、これをかぶせると、こんな感じですね。なかなか柔らかい素質のものなので100均でもいいものがあったんだと思って使ってるんですが、この状態で基本的には、どのカードも入れております。で、そうですね、こういったまだそんなに値の上がってないカードはローダーですねに入れて保管しております。はい、こんな感じでこうストレージにバーって入れてる感じですね。ローダー使い勝手がいいのが、2枚ぐらいだったら入るところなので、だいたいこう同じ種類のカードであったりとか、全く同じカードが2枚存在した時にあんまりにもローダーを増やすとストレージパンパンになっちゃうので、たまに使うのがそうですね、ジャストスリーブに入れた後に2枚目スリーブに重ねて入れて、ちょっと節約してます。ローダーの節約をしてるんですが、こんな感じで表裏も見れるっていうのがローダーのいいところなんじゃないかなと思います。はい、まず1つ目ローダーでした。で、2つ目、値段が上がってきたりとか、そうですね、特にカード、光ってるカードって、湿気とか乾燥とかで曲がりやすいカードが多いと思うんですけど、ちょっと高くなってきたカード、値段の張るカード、自分がより大事にしているものはこれを使ってます。ここに向かい札ちょうどあるんですけど、フルプロテクトスリーブのレギュラーサイズですね。で UV カットもしてくれてるので、ローダーでは UV カットがあるものはほとんどないかなと思うんですけど、UV を 85% ブロックなので日焼け対策もしてあります。でこれもさっきと同じように、二重スリーブにした状態で入れてるんですが、これすごくいいのが上と下で
形が異なるケースになってるので、下のケースにさっきのダイソーのスリーブがぴったりなんですよね。そのポケカ公式のスリーブがぴったりのサイズになるので、挟まないようにだけ注意をして、溝と溝が合うようにケースに入れれば問題ないですね。はい、こんな感じで保存しております。でこれのケースの場合はこれちょっとまだ入れてないんですけど、このケース自体に傷がつくとカードの見栄えもねあんまり良くなくなってしまうので、私は透明な、テープ付きの袋に入れて保管をするようにしてます。これちょっとまだ入れてないのでね、後から入れようと思うんですが、はい、次にさらに、大切なカードたちはマグネットローダーに入れて保管しております。これはウルトラプロの、有名なところのマグネットローダーです。はい、これの場合はですね、さっき二重スリーブに保存するのが主だって言ったんですけど、二重スリーブだと入らないので、ジャストスリーブのみ、ちょっとこれだけ借りる。二重スリーブだとここの溝があるんですけど、溝からはみ出てしまうので、ジャストスリーブのみの状態で入れてます。はい、そうするとぴったり、本当にぴったり、動きが全くないぐらいぴったりになるので、これもまた挟まないように注意しながら溝に入れて、カメラ越しだとやりにくい。逆でした。はい、こんな感じですね。でマグネットに関してはなんかレアものっぽいんですけど、ちょっと前まで黒いの出回ってたよね。透明なやつと黒いのとあって、黒いのがすごいかっこいいんですよね。カードによると思うんですが、背景が白いカードに黒いのを入れたりするとかなり映えるので、こっちを結構手に入れたいんですが、なんか話によると供給がストップしてるっぽいのでレアものかもしれないですね。はい、この2種類のマグネットローダー、2色のマグネットローダーを紹介しました。はい、ですいません、さっき、フルプロテクトスリーブ、こっちのスリーブの話をした時にすればよかったんですが、このフルプロテクトスリーブにはレギュラーサイズ、ポケカ用のサイズが、レギュラーなんですけど、この他にスモールサイズはポケカには入らない、かなり小さいサイズなので入らないんですけど、それともう一つダブルサイズというものが存在します。ダブルサイズで、それが、この大きさですね。ポケカのカードが2枚入るサイズです。なのでこういう2枚セットの、ケースにもちょうどいいし、あと未開封、こういった未開封のカードを、保存するのにもとってもいい便利なものです。未開封のものを、なんか前どっかの動画でも話した気がするんだけど、未開封のものをスクリューダウンとかこのローダーの大きいバージョンのところに入れとくと、袋のね跡がカードの裏に押されて跡がついてしまう、で傷になってしまうっていうケースもあるらしいので、このフルプロテクトスリーブだと、ちゃんとケースの間に、隙間が中にしっかりあるので、さっきもお見せしたように、絶対もちろんこう振っても動かないんですが、ちょうどいい感じで挟まれてるので、後にはならずに開けた時も綺麗に見れます。強いて難しいところがあるといえば袋を真ん中に置くっていうのと、これもちょっと上に寄っちゃってるんですけど、中のカードをね気にする人は本当に完全に真ん中に調節して入れるっていうのがちょっと難しいかなってところですが、それ以外は全然問題ないかなと思います。はい、でさっきの順番に戻りまして、どっちだっけ、マグネットローダー、ウルトラプロの方のマグネットローダーも、2枚用のローダーが存在してまして、昔というか前からあったのがこっちスクリューダウンの方ですね。2枚組のスクリューダウンで、ネジで留められるタイプなので、入れる時かなり気をつけなければ。確か溝とかもないんだよね。うっすらあったかなぐらい
でさっきのそうマグネットの方とは比べ物にならないぐらいちょっと入れるのが難しいので気をつけなければならないんですが、そうだね、ある程度綺麗に並べて、で四つ角止めて真ん中止めてっていうような感じです。でそう一歩間違えるとカード挟んでねネジに留めてしまうっていう危険性はあるんですが、ネジがね金色なのでねちょっとキラキラしてかっこいいかなと思います。でつい最近多く発売されるようになったのが、マグネットタイプの2連スクリューですね。これは1枚用のものと同じようにここに溝があるのと、カード用の溝もほとんど一緒だったはず、1枚用のものと。だからかなり入れやすかったですね。で2枚入れて、溝入れてパチャンっていう風な形ですね。はい、結構これ好きなんですけど、1枚いくらぐらいだったっけ。これそんな高くないんだよね。このネジのタイプは700円ぐらいだったっけ。値段はそうこっちのやっぱマグネットのタイプは新しいっていうのと結構重みもあるって言って、こっちの方が確か1枚1000円ぐらい、1000円超えるかな。こっちの方が安かったのは覚えてます。はい。で、すいません、私が持ってないんですけど、これの他に3連スクリュー同じ、3つ3枚3枚カード入れれる 3連スクリューのネジのタイプと、マグネットのタイプがあります。あと3連スクリューで今ちょっとかっこいいなって思ってるのは、その3連スクリューで3枚入れれるんですけど、横に3並びじゃなくて扇形、本当にちょうどこんな感じで123ってこう並べられるものが、真ん中が確かこう一番出てたかな、こんな感じだったと思う。こういう風に並べられるローダーが、マグネットタイプのローダーがあって、それはかなりかっこいいなと思ってるのでちょっと狙ってるんですが、そういったタイプのものもあるので楽しめるんじゃないかなと思います。さらに大切なカードを入れるっていう時はウルトラプロ、さっきも紹介してるウルトラプロのこの、有名なスクリューダウンに入れるのがいいのかなと思います。でこのスクリューダウンについては、これは2分の1サイズなので、大元って言ったらいいの、普通に売ってるやつが、1分の1サイズですねの半分のサイズ。ここに私2分の1ばっかり持ってるんですけど、1だとこれ2枚分だからこんな感じ、これぐらい分厚いものですね。でさらに薄い4分の1までだったっけ、それぐらいまであるはずですね。はい、これ自体も1000円ぐらいだったかな。はい、それぐらいの金額で買えるものだと思います。でこっちの 2連のものと同じようにネジ止めになってて、で、一つ言うとこれは全くカードの溝がないんですよね。で私として気になるのは、別にカードの保存方法は全然人それぞれなのでどんな風でもいいかなと思うんですけど、たまにこれ使ってる方でよく見るのが何のスリーブにも入れずにこれにただただこう挟んでる人、それもいいかなと思うんですけど、こうレリーフとか気にすることを考えるとやっぱりスリーブに入れたいなっていうのがありまして、ただね押しすぎるとやっぱスリーブの跡とかもつくのが心配な人は、こちらおすすめしたい、これですね、銀蔵さん以外にも出してるんですけど、銀蔵さんのアクリルフレームっていうものがありまして、シート剥がすと真っ黒のプラスチックになってて、これをこのウルトラプロの間に挟むんですよ。こうで挟んだものがここにあるんですけど、挟むとこう真っ黒になるんですね。間こんな感じ、本当に挟んだだけですね、間に。でそうすると何ができるかっていうと、この板の厚み分が間に開くんですよ。でそこの隙間にぴったり入るのが話がつながるこいつ、これフルプロテクトスリーブレギュラーサイズ、こいつがすっぽり入る大きさなんですよね、溝に。実際これをちょっと見てもらうと分かるようにフルプロテクトスリーブに入ってますよね。なのでスリーブにも入れられる、二重スリーブで入れられる、フルプロテクトスリーブに入れられる、で、
2分の1スクリューダウン、ウルトラプロの2分の1スクリューダウンにも入れられる。もうこれはもう最強で、なんでかっていうと、これって UV 加工ないんですよ。 UV カット加工が。だからここに入れてるだけだと、日焼けしてしまうんですね、カードがね。これに入れるってことは飾りたいから入れてる人が多いと思うんですけど、これ入れて飾っとくといずれは日焼けしてしまう。 LED ライトはまだマシらしいんですけど、日に当たる場所に置いといちゃうと日焼けしてしまうんですよ。なのでそれを守るためにも、UV カットの、フルプロテクトスリーブに入れて、こういう形で保存をするのがベストなんじゃないかなと思います。で、私らが持ってるのこの銀蔵さんのアクリルフレーム黒っていうものなんですけど、なんかいろんな業者がね、カードショップに売ってる場合もあり、カードショップ以外にオンラインで手に入れなきゃいけないとかってとこもあると思うんですけど、この黒以外にデザインの入ったなんか蝶々柄とか青色とかピンク色とかね、なんかいろいろあるのでちょっと気になってはいるんですが、そういったものもあるので、ぜひぜひおすすめしたいものですね。はい。で、最後に同じスクリューダウンのもので、銀蔵さんが出してるこれトライリスっていうものがかなりいいので愛用してるんですが、これの中に、このウルトラプロのスクリューダウンと同じものが、ネジが4つと、挟む板が2枚入ってて、でそのネジが黒色なんですよ。だからこうやって目立たせたいものは黄色で普通の海でいいと思うんですけど、そうでないものはこれ、すごくこうクールになりますよね。余計にちょっと目立たずにカードだけがキラキラと光ってるような感じで、はい、これ買うとそれが全て揃うので、ただこのフレームだけちょっと別で買わなきゃいけないんですけど、いくらだったっけこれ、3000円ぐらいで、ちょっと高いけどかなり見栄えがいいので、あとこの板が入ってる袋があるんですけど、これ作った後にカード入れて挟んだ後にこの全部をね収納できるぐらいの大きさがあるので、本当にこの箱とフレーム1枚でもう完璧なまでに入れることができるって素晴らしいセットで、はい、愛用してます。はい、何をねどういうものに入れるかっていうのは人それぞれだし、すごい好みがあると思うので、それに合ったものをね入れて楽しんでいければいいのかなと思うんですが、はい、一応私の持ってるカードたちの収納方法としましてはこんな感じです。でもちろん私が持ってるカードこれで全てじゃないので、ちょっとまだ整理がついてないものが多々あって待ち構えてる、順番を待ってる状態なので、次の動画でねちょっと整理もしながら雑談できたらなと思います。はい、じゃあ今日の動画は、カードの収納について紹介させていただきました。もしなんか皆さんの収納方法、何かおすすめなものがあったらぜひぜひコメントの方にて教えていただけたらなと思います。動画もし気に入っていただけたら、グッドボタンやチャンネル登録、またコメントもどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いします。バイバイ。